おお、結構人だかりが。すいません、なんか遠すぎて正直なんだか全然分かりませんでした。サメがってこと？サロンミラクです。戻ってきました。タシケントウズベキスタン鉄道、ありがとうございました。また会いましょう。14時間の寝台列車、かなり快適でしたね。もうぐっすり休めました。全員白のシボレだからなかなか自分の呼んだ車が分かりませんね。シボレ多すぎ。さあやってきました。読み方分かんないです。コカルドッシュメドレセなのかな。ちょっと入れそうなら中も入ってみたいですね。青空に緑が映えますね。それぞれのお部屋に靴を置いてありますね。中で授業やってる実際に。これ学校なのか。今もなお使われている進学校なのかな。階段がある。登っていいのかな。うわ、めっちゃ暗い。おー、いいね。2階からの眺めも素敵です。特別装飾がきらびやかなわけじゃないけど、なんかここ素敵ですね。こじんまりしてたけど素敵なメドレセでしたね。あとはこの隣にあるモスクみたいなものも気になります。行ってみましょう。ここは本当に読みが分かりません。ホヤアロー、これどうやって読むんだ。全然分からん。 Google マップだと頭 H でしたね。今までのつるっとした水色の丸帽子とは異なって、なんか蛇の鱗みたいにギザギザしてますね。おお、すごく綺麗です。こっちも正面から見た方がいいかも。こんな感じで緑に囲まれてるととても涼しげで、なんか居心地いい感じします。おお、このカットかっこいい。今は開いてないですね。お祈りの時間だけ開くのかな。この後はすぐ近くにあるチョルスーバザールに行きます。かなり大きなバザールみたいなので、いろんなものが売ってるでしょうね。楽しみです。ここからだとちょっと近すぎてあんまりよくわかんないかもしれませんけど、大きなね飾りのついたドーム型になってます。ここら辺は日用品かな。洋服とか、靴とかサンダル、香水、そういったものが売ってますね。ご飯食べるところもあるかな。ほら、これはチョルスーバザールの場外市場みたいな感じで、そのドームの建物の外側に屋台的な感じでテントでお店がいろいろできてるみたいです。実際のチョルスーバザールはこの先か。ここも結構生鮮食品にぎわってますね。ただ私が見たかったのはこのなんか水色の綺麗なドーム、この中に入りましょう。卵1300ソムって13円、1玉13円かな。おお、すげえ。お肉をなんかでっかい斧でバシバシ切ってます。こっちは八百屋さんエリアかな。なんかいろんなフルーツのマーク書いてあって、下に八百屋さん。いい香り。うわー、なんかプラムみたいの食べたいな。後で買ってみましょうか。クランベリーかな。バケツで売ってるわ。作り物みたいにめちゃくちゃ美しいバナナ。洋梨。プラムが多いですね。プラム食べたい。これプロフに使う人参だ。黄色い人参。香辛料屋さん。香辛料屋さんっていつもこういう風に綺麗に山になってるけど、全然削れてないよね。売れないのかな。ついに入り口見つけました。こっから入れるかな。お肉屋さんだ。
中は結構空気こもってて生臭いですね。今ここでさばいてます。多分今これこの場でさばきたてのお肉なんでしょうね。いくらだか全然わかんないけど、でもめっちゃ活気ありますね。2階席まであって2階も何か売ってますね。すげえ、このドームなんかこれかっこいいね。これキムチじゃない？キムチとトマトとピクルスだ。あとはこれチーズでしょうね。カッテージチーズかな。うわ、なんかフレッシュな感じします。これ同じようなお肉の店がずーっと並んでるんですけど、どうやってみんな決めてんだろう。あんまり旅行客が買うものはありませんね。一応上にも行きましょうか。上はくるみとかナッツ系かな。レーズンとか。すごいな、この種類のナッツ見て、いい香りすると思ったら紅茶のエリアですね。暑い国の人たちってなんか熱い飲み物を飲みがちですよね。紅茶とかお茶もそうだし、コーヒーも基本は熱いコーヒー飲むみたいですね。1階もそうですけど2階も同じ店ばっかりじゃないこれさっきから同じ店しかないぞ。でもこれラインナップ全く一緒なんですけど、めちゃくちゃ広いです。これこんなに広いんだけど、こんなに広いのに売ってるもんほぼ一緒だ。謎にドームになってるけど通気性悪めでエアコンも効いてないんでめちゃくちゃ蒸し暑いです。一通り市場を楽しんだところでさっきのプラム買いに行きましょう。どこかな。このバザール円形になってるから今どこにいるのか全然わかんないですよね。あったこれだ。また青果コーナーに戻ってきました。ここでウズベキスタン一美味しいプラムを引き当てましょう。さあどれが一番美味しいプラムでしょうか。これにしようかな。これめちゃくちゃ綺麗。How much is it? 35,000. 35? Yes. Can I have only one? Yes. Yeah. これプラム1個3000スム、35円くらいですって。いただきます。思ったより柔らかかった。でも酸味効いててめっちゃ美味しい。やっぱ市場のお野菜は美味しいですね。フルーツ。ここの売店瓶コーラ売ってそうです。ちょっと聞いてみましょう。売店でコーラ買いました。あんまり冷えてない。あんまり冷えてないけど最高。外側から見るとこんな感じ。なんか建築しまくっててヤンデックスが通れません。なんか今工事現場の中歩いちゃってるけど、目的地目の前なんでなんとか通してください。目の前まで来てるんだけど周り全部工事してて、もしかしたら入れないのかな。絶賛工事中だから入れなさそう。ダメだ。予定してた目的地3カ所とも全部工事してて見れませんでした。モスクだけじゃなくて周りの街自体も作り直してるのかな。かなり広範囲に工事してますね。今日のランチ会場はこちらです。ナンバーワンプロフセンターとも名高い別種火山です。プロフっていうのは鉄鍋で油でライスを炒めていくんですけど、鍋は大きければ大きいほど美味しいと呼ばれています。こんな感じでめちゃくちゃでかい鍋で調理してますので確実に美味しいでしょう。お肉もやば、美味しそうなお肉切ってます。これが別種火山の名物大鍋。1000人分を一度に作れるらしいです。ジャブジャブしてんのあれ油ですからね。やばすぎ。美味しそう。ここ全然客席でも何でもないただの調理場ですけど、たくさんの人が写真撮ったりしてますね。ここ
さまざまなお皿が飾られている看板も人気の撮影スポットみたいですね。このにぎわい見てください。今の時間なんかプロフしかないみたいなんで、プロフを頼みました。コーラ来たけど、なんかこの湯飲みみたいなやつ持ってきてくれました。これで飲むのかな。最高。隣の席の人とかめちゃくちゃでかいプロフ来てたからちょっと焦りましたが、私のはちゃんと一人前来てくれました。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。お肉もたっぷり入ってます。いただきます。お米にしっかり味がついててめちゃくちゃ美味しいです。ジャブジャブの大鍋の割には全然脂っこくないです。すごく食べやすいですね。なんか料理運ばれた時にレシートみたいのをいただきますんで、これをここのキャッシャーカッサに持っていけば OK みたいです。帰りに手も洗えるみたいです。いやー、ごちそうさまでした。めちゃ美味しかったです。こんなに席いっぱいあるんですけどほぼ満席ですね。別種火山とってもおすすめです。せっかくだからもう一軒行きましょう。サラン。さっき工事しててあまりモスク見られませんでしたので、もう一軒探してきました。タフタプールモスクっていうのかな、ちょっと分かりません。入り口の方に中入っていいよとは言われましたけども、皆さんお祈りされてましたんで、すぐ出てきました。あまり観光地ではなさそうですね。今日あんまり観光できなかったんで、もう一軒面白そうなとこ今から行きます。さあ着きました。マジックシティ遊園地みたいなやつですね。これ夜12時までやってるんですよ。なんと入場は無料です。入り口なんか荷物検査だけあるのかな。なんかみんなピーピー鳴ってるけどそのまま行ってますね。大丈夫でしょう。この感じ皆さんもよく知ってるあれに似てますよね。こちらのマジックシティは2021年にオープンしたみたいですね。結構最近です。噴水ショーに子供たちは大盛り上がりですね。まあそんなでもない、ちょっと分かんないけど、まあすごいか。大きな池の前に縁取りがライトアップされた建物、なんか見覚えありますね。こちらのテーマパーク入場は無料なんですけど、乗り物アトラクションにはお金がかかるみたいです。ちょうどここの目の前をジップラインが通ります。見てください。これシャーッと行きます。これ有料ですけどめちゃくちゃ面白そう。マジックシティのメイン、これまんまあれじゃん。ライトアップして綺麗にしてるけどまんまあれですよね。うわこれ輪投げだ。バスケットボールのなんかゲーセンにあるようなやつ、こんな感じのゲームセンター的要素もあるみたいですね。このお城はなんかあるのかな。あれ建物じゃないんかい。何もあります。ただのもんじゃね。園内のマップありますけど結構広いですね。アトラクションはあんまりありませんね。ちょっとこんな感じで電飾の激しい公園的な感じかな。園内のマップですね。結構広いです。これすごいですね。壁がバラでできてる。ジャパニーズカフェって書いてありますね。お寿司が食べられるみたいです。この傘のアーケードよく見るやつだ。こういう要素も取り込んでます。ここは水族館コーナーかな。サメがってこと。なんか始まったか。結構人だかりが。すいません、なんか遠すぎて正直なんだか全然分かりませんでした。帰りましょうか。電飾はとっても綺麗ですね。あんまり遊ぶところはありませんでした。さよならマジックシティ。空港までヤンデックスで移動しますけど100円しか違わなかったんで、いつものタクシーよりも高級なプレミアクラスっていうのを呼んじゃった。めっちゃかっこいい車来た。はい。
ズがついてる。さすがプレミア。あっという間にタシケント空港到着しました。今日はこの後深夜便で、隣の国タジキスタンのドゥシャンベに行きます。タシケントの空港めちゃくちゃ綺麗です。これターミナルが1、2、3と3つもありまして、結構大きな空港ですね。途中トルクメニスタンを挟んでウズベキスタンは4日間でしたけども、いかがでしたでしょうか。明日からは弾丸で3カ国を1日ずつ回ります。それでは皆さん、ハイルリトゥン、またね。今の eSIM タジキスタンだけ入ってなかったんで、1日だけタジキスタン買います。なぜかバスが途中で止まって動かなくなりました。やっと乗れる。ちょっと遅れたけどタジキスタンドゥシャンベ到着です。インデックスが使えないらしいんで、駅前のタクシー運転手さんと交渉が必要みたいですね。あと空港 Wi-Fi はやっぱり、電話番号がないと使えないっぽいので、必ず eSIM を必ず eSIM を事前にアクティベートしておきましょう。タクシーの相場ですけれども、空港から中心地まで10から20ソモニくらいですかね。今の為替でいうと1ソモに 15.81 円。空港のタクシーはもちろん人によるんでしょうけど、10ドルくらい請求されることもあるらしいので、しっかり相場を頭に入れてから交渉していった方がいいと思います。コンビニみたいなのあるな。24時間お水買おう。プリングルス30ソモニか。だからこれ450円、そんなもんですね。レイズも20ソモニだから450円くらいかな。なんかメジャーブランドそうなビスケットとか甘い系のお菓子13ソモニ、20ソモニ、300円くらいから400円くらいのものがたくさんありますね。タジキスタンのコカ・コーラと、あとお水500ミリ買いました。コカ・コーラ8ソムだったので、お水は2ソムですね。30円くらい、めっちゃ安。瓶開けてくれませんかとお願いしたんだけど、栓抜きないって言われちゃいました。どっかで開けたいな。なんか栓抜きあったよみたいので、店員さんわざわざ出てきて声かけてくれました。ラッキー。よし、タジキスタンのコーラだ。うわ、深夜に飲むコーラ最高。じゃあこの後ホテルまでもうちょっと歩きましょう。靴はここに脱いで。タジキスタンの通貨、ソモニの元ネタになっている人ですね。おお、これはまためちゃくちゃかっこいいですね。おお、ついに麓までやってきました。うわ、すげえ。この辺りも工事だらけで車も人もいなくなっちゃいましたね。